どうも、田舎もんです。お久しぶりです。前回まではこのね、物置のドア、これがね、なかったので、安くね、作ろうということで、床板をね、再利用しまして、総額いくらでしょうか。2000円かからないぐらいかな。で、作っていきました。途中で、遊び心が暴走しだしまして、思ってる以上に時間がかかりましたけども、すごいね、楽しい作業でした。ただ、引っ越しまでね、本当にね、時間がないってことを忘れてまして、もう大急ぎでね、荷物を搬出していってます。こんな感じでソファーとかね、一人で運べるものはね、ひたすら軽トラに積み込んで運んでいたら、近所の、ね、おばあちゃんがね、寂しそうに話しかけてきました。もういいよいいよや。このおばあちゃんはね、ちょこちょこね、一緒に買い物に行ったりとかね、病院に送って行ったりとかしてあげる代わりに、晩ご飯作ってもらったら、ちょっと分けてもらったりとかね、そんな感じでお互い助け合いながらね、生活していったので、本当にね、僕も結構寂しい思いが強いですよ。で、山の方にね、10分ほど走りまして、これからね、僕が住んでいく家にやってきました。大失敗に終わったドマコンですけども、こっから見る限りはね、って感じですよね。で、とりあえずソファーを置くんですけども、やっぱりね、床がガタガタなんで、こんな風にね、なるんですけども、僕もね、結構ね、ガタガタな床で暮らすの慣れてるので、こういう風にね、100均とかで売ってるパズルマットをね、ちょっと切って挟んであげると、結構ね、改善されるので、この辺はね、おすすめですよ。で、椅子があるとね、すぐコーヒーを飲もうとする癖があるんですけども、本当にね、そんなことをしてる暇がないなと思いまして、ひたすらね、借家の方と、この家と軽トラで何回も往復をしていきました。こんな感じで家電とかね、食料品とか運び込みまして、やっとね、ここで生活らしきものをね、送れそうな感じがしてきましたよ。で、ちなみにね、この段ボール、スーパーで買い物するたびにね、ひたすら段ボールをもらって、段ボール代はね、タダで納めました。やっぱりね、フルーツの箱が一番いいですね。そしてね、僕の今までの人生の中で一番大きな絵ですよね。180センチ ×180 センチの絵をね、一応ね、せっかく書いたんで、運んどこうかなと思いました。コンパネに書いてるんで、結構ね、重たかったですね。こんな感じで運び込みまして、これもね、また壁に貼るなり、天井に貼るなり、あるいは切り貼りして何かにね、加工するなりしたら、また使えるかなと思って、こういう風に置いときました。そしてこれがね、僕がこの村に引っ越してきて半年ぐらい経った時かな、いろいろ思うところがあって、酔っ払った勢いもあったんですけども、本当にね、思うままにね、頭の中をこう、ザーッと書いていったやつなんですね。結構ね、自分からすると思い入れの深いね、落書きなんですけども、自分で落書きって言ってますけど、人から見てもね、これはただの落書きなんで、これはね、ちゃんと消して返そうと思います。そしてこの薪ストーブもね、引っ越しをしなくちゃいけません。ちっちゃなストーブなんですけどね、100キロぐらいあるので、さすがにね、これは一人では無理なので、友人2人にね、手伝いに来てもらいました。2人ともね、僕が昔勤めていた介護施設の元同僚ですね。それぞれね、それぞれの道を行ってますけども、こうやってね、ちょこちょこ顔を合わせてるんで、本当にね、気心の知れた仲ですよ。100キロなんでね、2人でも行けないことはないんですけども、3人いるとね、だいぶ楽に運べますね。大丈夫。せーの。よいしょ。俺はおっさん組ちょっと。ほんまやね。せーの。よいしょ。私やったらいつかで2年前や
この日はね、雨だったんですけど、みんなのね、予定が合うのはもうこの日しかなかったので、小雨結構っていう感じでね、やっていきました。で、ついでにね、冷蔵庫とか洗濯機とかベッドとかね、一人で運ぶのしんどいもの運んであげるよってことだったんで、お言葉に甘えてね、その辺は手伝ってもらいました。無事到着できましたね。ほんとヒヤヒヤしたわ。ガターン言った時に。全然片付いてないじゃん。片付いとるやん。よう見てくださいよ。片付いてるのこれ。片付けた上に物が乗っとるだけやんか。そうだ。これやるんだこれ。いやいやこれすごいな。こっち片付いとるでしょ。これ。考えた方がいいよ。ほんと危ないから。大体でも危なくないように置いてはあるけど。って偉そうに言った直後に僕はこけました。一通りですね、和気あいあいと楽しんだ後にですね、洗濯機をね、ここに運んできます。で、ここはですね、ドアを作る合間にコンクリートをね、打っておいたので、気持ちよくね、洗濯機を置くことができます。相変わらずのね、適当加減なんですけども、皆様にね、いろんなことを教えてもらってるうちに、だんだんとね、要領よくね、コンクリートを打てるようになってきたかなっていう感じは自分で思いますね。よろしいよろしい。煙突ないけどな。ちょっと雨かかったで燃やすか。煙突もつけずに燃やしてるんでね、もう家中煙だらけになりましたけども、虫除けにもなってね、逆にいいかなと思いました。で、ベッドをね、運び込むんですけども、ムカデとかね、ヘビとかが入ってきたら嫌なんで、家に転がってたね、蚊帳があるんですよね。これ Amazon で3000円ぐらいやったんですけども、上からね、吊るすんじゃなくて、テント型なんで、張ってくる虫に対してもね、有効なんで、結構ね、重宝してますよ、これは。ただこのね、フリルがね、めちゃくちゃ乙女チックでね、ここだけ気に入らないんですけども、背に腹は変えられないって感じですよ。なんかどっかから夜逃げしてきたみたいな。夜逃げみたいなもんやから。超行き当たりばったりで作った寝床。外で寝るよりかはマシでしょどっちもどっちやねん。怖いね。意外といけそうやな。よし。バッチグー。ありがとうございました。そしてここでの生活がね、この日から始まりました。みんな帰るとね、本当になんか寂しくなってきてね、音もね、本当にカエルの鳴き声しか聞こえないぐらい静かでね、こう寂しさがこみ上げてきましたよ。
で、家の中もね、こんだけぐったぐたでね、この片付け、ほんと大変やなと。荷物とりあえず押し込んだはいいんですけども、今度荷物が邪魔で作業できないっていうね、そらそうやろってね、突っ込まれそうなんですけども、ほんとね、まずはこれ、物をどっかに片付けないかなと、物置でも作った方が早いかなとね、そんなことを思い出しましたね。もう家を直す前にやるべきことがたくさんありすぎてね、いつになったら家の DIY できるんやろって、ほんとこの半年間ずっと思ってますよ。唯一作ったのがドアぐらいですからね。もう漆喰もね、これ置く場所に困って、とりあえずキッチンの上にボーンって置いたっていうね。ほんとね、いやー、片付け大変ですよ。で、このね、カエルの鳴き声、皆さん聞こえてるかなとは思うんですけども、外へ出てみるとね、本当にすごい鳴き声でしてね、耳が痛いぐらいでしたよ。引っ越しも終わったんで、ちょっとね、お茶ですけども、祝杯をね、あげようと思いました。いやー、本当にね、この半年間ね、荷物を運んで、ゴミを掘って、コンクリートを打ってっていう感じでね、本当にね、やっと一段落ついたなと思ってね、肩の荷が下りましたよ。ただ、インターネットもないので、この時は本当にね、ひたすら天井を眺めるしかなかったんですけどね。こんな感じでね、新居での初めての夜が更けていきました。経験された方はわかるかなと思うんですけども、引っ越しした初めての夜って、なんかすごく緊張して夜寝ますよね。でこの時はね、本当に久しぶりのこの緊張感を持ってね、眠りにつきました。おはようございます。田舎もんです。初めての夜は全然寝れませんでしたね。そして朝からこのね、ゴミを見ながら歯を磨くというね、新しい生活らしきものが始まりました。早速ね、外へ出て、洗濯をね、まずやっていこうかなっていう感じなんですね。洗濯機のスイッチが入った時に、本当にここで暮らすんやと思ってね、ちょっとなんか、感慨深いものがありましたね。そして配管がね、早速うまいこと言ってないんで、いつも通り適当にね、その日になったもんで切っていきました。とりあえず水が流れたらね、それでいいんで、後々ね、また改善していこうと思います。景色はめちゃくちゃいいですよね。そしてこのもみじね、奥に生えてる大きな木、あれは切らなくてやっぱ良かったですね。このもみじがこの先ね、四季を伝える役割を果たしてくれると思うと、なんかすごくね、心強く感じますね。ぶっちゃけね、田舎暮らし大変なこといっぱいあると思うんですよね。近隣の方とのお付き合いとか、地域の仕事とか、家の手入れ、庭の手入れ、災害対策、虫対策、本当にね、数えきれないぐらい大変なことありますよね。ただ、この環境、景色、これを手に入れるための、代償っていうと言葉は良くないですけども、やっぱりね、何かを手に入れるためには何かを支払う必要があるっていうのは、世の中のね、真理なわけで、そんなことを思いながらね、洗濯物を干すっていう日常が始まりました。そういえば庭にね、金柑の木が生えてて、実がね、たくさんなってたんですよね。1個かじって食べてみたらめちゃくちゃ美味しくて、もうボリボリいけちゃうんですよね。こんなこともね、田舎暮らしの醍醐味なのかなと、そんなことを思いましたね。今回も最後までご覧いただきまして、本当にね、感謝です。ちょっとしばらくね、ゆっくりして、更新の方がぼちぼちになりますけども、細く長くやっていきますので、これからもよろしくお願いいたします。